中東戦争が終われば、次日本に行かなきゃいけます。先日、原発の上空に未確認のドローンがちょっと確認されたということで、中国が日本を狙ってるんじゃないかってにわかにまた噂になってるんですけど、どうなんですかね。日本の海域に入ってくるときには、スーッと入ってきたわけでしょ。で、未確認で入ってきて、でわざわざ光を焚いてね、ここにいるよっていうふうに挑発したっていうね。挑発機は中国しかいないんですよ。あ、そうなんだ。だって他に挑発する国ある。わざわざ日本に来て。ロシアなんて分かりやすく飛行機で飛んだりはしてますけど、だからさ、別に日本のその海域には入ってこないので、ギリギリそのカムチャッカの上とか、ね、エトロフの上とかが飛びますけど、日本に入ってくることはしないですよね。例えば日本が軍事的に何か、この間のウクライナの時みたいにあった時には一回ありましたけど、こういう挑発するのは中国人だけじゃないですか。いわゆるその攻め方ですよ、日本人たちはね。じゃあ何を狙ってるんだと思うそれは。ああいうこと何を狙ってる？それやったことによって。あれだったらそんなことされたらなんだよって。何人人の子でお前こんな控えたいてんだよって。そうだね。なんかこう反撃しそうになるよね。撃ち落としそうだよね。すごい撃ち落としたらあれだから、じゃあ経済政策しましょうとか、そういうなんかペナルティかけるでしょ。そしたら向こうからすれば攻撃しやすくなるよね。つまり攻撃する口実を探してるんですよ、中国は。なんでだと思う？例えば日本円安でしょ、ってことは円安ってことは日本の国力は安くなったってことじゃん。そんな国にいちいち注目して、手出すほどバカじゃないんですよ、みんな。前から言ってるように。やっぱり強い国を攻めた方がいい。弱ってるってことは取りようも何もないじゃない。そしたらじゃあ逆になんでそれやったかっていうと、他の理由があるわけ。そうだね。じゃあ中国になった時に、中国の今 GDP は世界2位とかね。1位に迫る勢いになってるけども、実はそれが水増しで、そろそろバレてきたよねっていう。いくらでも水増しはできるんで。なるほど。だからどこでわかるかっていうと、貧富の差が激しくなってるので、やはり GDP がそんだけ発表してる通りの数字であれば、あんなに空洞化しないでしょっていうのはみんな分かってることで。じゃあ、中国製品ってじゃあ悪いかっていうと、すごく性能はいいんですよ。すごく性能良くて、世界中で使われ始めてるけども、でも中国人だよねって言われちゃうわけみんな。あれ、チャイナでしょっていうふうに。でも日本は逆に言うと、今、国力落ちてるけども、いや、ホンダすごいよねとか、日本のそういう電機メーカーとかね、今力はないけども、でもやっぱり技術力すごいじゃんっていうイメージがある。そういう意味ではやっぱり日本のブランドが欲しいんですよ。ブランド、バリュー、名前が欲しい。せめて喧嘩して、乗っ取っちゃって、他の国がやったでしょ、そういうことを韓国が。韓国は別にサムソンはもともと日本の企業だし。知らなかったそういうこと言っちゃダメなのかな知らなかった。そういうふうにいろんなものがこう入っていって、韓国は韓国の技術だけでやってないんですよ。日本の技術がいっぱい入ってるので、そういう韓国がやって成功してるところを中国も欲しいね。そうか。サムソンがなきゃいけてるのはやっぱり間違いなくそれは日本の技術ですよ。なんか普通にね、いわゆるパクって、それをね、バッチモンレベルで売るのが中国なのかなと思ってたんですけど。バッチモン買わないんですよ、だから。もう買わなくなっちゃった。だって偽物のミッキーじゃなくて、東京ディズニーランドで買った方がいいじゃないですか。ミッキーよりは、東京ディズニーランドって名前が欲しいんですよ。そういうことなの、今中国が一番欲しがってるのね。なるほどね。で、戦争仕掛けたい。じゃあ戦争起きると思いますか、二人は。起こしたいんだよ。めちゃくちゃ習近平起こしたい。もう今すぐでも台湾を攻めたいんですよ。本当は。はいはい。そうしないと国力が危ないから。そっか。嫌いだから攻めるとかじゃなくて、もう攻めないと自分たちも立ち行かなくなっちゃうから。じゃあなんで今やんないんだろう。今、いろいろな、戦争があってね、例えば武器を作ってる国っていうのは、トルコ。もうトルコは完全に武器商人の国っても言われてます。もうこれは世界中わかっている。あとは他の国、イランもそういう噂もあるけどもね。その国々が、まだ今、中東での戦争に武器どんどん出してるんですよ。そっかそっか。で、もし今中国が戦争を起こすじゃないですか。日本に対して。そこから買うしかないんですよ。トルコと他の国から買うしかないんですけど、
今、こんだけ中東に出してるから、中国に出す武器がないんですよ。なるほど。ってことは途中で止まっちゃう可能性がある。供給が断たれてしまう。断たれちゃう。だから、大幅には来ない。なので、こう、見せることによって、どうかな、日本がどんな反応するかなってことは常にチェックはしてる。けど、実際にやろうとすると、まあ、今、世界中の武器の、武器庫になってるのがトルコなんで、トルコがやっぱりいろんなところに出してるから、まあ、間に合うんでしょうね、と言われてる。じゃあもしも、そういう中東で戦争とかがなくって、武器が間に合っていれば、今頃台湾を攻めてたってこと？そうですね。だからどっちかを攻めさせないといけないから、作って供給してるわけだから。けしかけてるのはどこにでも、あそこで戦争すればみたいな。それは武器商人たちはそうだから。最初にその台湾侵攻をためらったんじゃないですか。日本ができなかったから中東が起きただけで。そういうことですよ。戦争があって武器が行くわけじゃなくて、武器が出来上がって戦争が起きるんですよ。そうでしょ。商品があって消費者に売るわけだから。消費者のニーズがあって物がなったら売れないわけだから。先に武器いっぱい作っといて、はい、どこに供給しますかっていうのが戦争なんで。なるほど。そうやって考えていただくと分かりやすいかな。じゃあその武器の供給の目処が立てば戦争が起こるよってこと？具体的に言うと中東戦争が終われば次日本に行かなきゃいけます。もう次、揉めるところがなくなっちゃうから。武器作ってる会社って毎年決算があるんで、今期赤字ってできないんですよ。常に作り続けながら売っていかなきゃいけないから。必ずどこかにけしかけるってことで。ちゃんと売上目標があって、年間の、この時期に中東で戦争が起きるとか、やってますよ、もちろん。だって武器屋さんだから。僕らの常識化すれば考えづらいかもしれないけど、いや、あと2年ぐらいじゃあ、中東を進めてもらって、3年後からは、じゃあ次の日本、台湾、侵攻の武器の政策に入りますとかね、生産入りますとかっていうことは、使ってる材料も全部手配しないといけないので、そういうことが戦争ですね。ビジネスですね。戦争はビジネスです。間違いなく。今中国がこう攻めてきていきなり何かが起きるってことはないですけども、まあそういう理由でけしかけているっていうか、まあけしかけてもいないからちょっと様子見てる感じですね。日本は今のうちにそういう対策を立てるべきですしね。どっかの会で政治家の話、前回かなやりましたけども、本当はまあ高橋さんも話途中で変えましたが、軍国化していかないとダメだよっていうのは、まあ、これからの政治家はみんな言っていくと思いますよ。そこをまた皆さん聞いて、またそういう右派になったかではなくて、今もう世界中が右なんで、日本だけ左向いてるんですよ。それはやはり、左も向いてないか、真ん中向いてるんで、それではやっぱりダメなんですよね。こういうふうに中国が来たりとかね、脅してくるんで、武器を持つことによって攻撃するというよりは、まあ、これあんたは攻められないよっていう意味の抑止力の武器なんでね。そういう考え方はそろそろ僕はしていった方がいいかなと思います。沖縄の人間としてね、本当は僕らも憲法9条反対してますけどね。ただそれは今後そうもいかないぐらい、お隣の国々が危険な動きをしてるかなというふうに思うんでね。ぜひ政治家の皆さん、そしてその支持するね、国民の皆さんもそろそろ、時代は変わったというふうに考えるべきかなと私は思います。もう大丈夫さClose your eyes静かに